1945年8月、日本の主要都市は焼け野原になっていた。家を失い、食べるものにも困る人々が瓦礫の中をさまよっていた。東京だけでもおよそ100万戸の住宅が焼失したと言われている。誰もが日本の復活には何十年もかかると考えていた。だがこの国はそのわずか十数年後に世界有数の経済大国へと駆け上がっていく。なぜこれほど徹底的に破壊された国が短期間で立ち直ることができたのか。今日はその奇跡の復興の裏側に迫っていく。前回の動画で見た通り、1945年8月15日、日本は聖断によってポツダム宣言を受諾し、終戦を迎えた。特攻や玉砕という悲惨な結末を経て、ようやく訪れた終戦だった。だがそこに待っていたのは平和な日常ではなかった。空襲によって主要都市の多くは焼け尽くされ、経済は完全に麻痺していた。食料も物資も圧倒的に不足していた。闇市に頼らなければ生きていけない人々が街にあふれていた。さらに日本は連合国軍による占領という事態に直面する。これまで経験したことのない事態だった。今日は3つの視点から日本の復興への道のりを見ていこう。1945年8月30日、連合国軍最高司令官ダグラス・マッカーサーが日本に降り立った。パイプをくわえ、サングラスをかけたその姿は新しい支配者の象徴として映った。多くの日本人の目に焼き付いたであろう。マッカーサーが率いる GA19 連合国軍最高司令官総司令部。東京の第一生命館に本部を置き、日本の統治に当たることになる。GA19 は日本政府を通じて指示を出す間接統治という形をとった。だが実際にはあらゆる分野に強い影響力を持っていた。新聞や放送に対する検閲も行われた。GA19 の占領政策そのものを批判する報道は厳しく制限されていた。だが GA19 がやろうとしていたことは単なる占領にとどまらなかった。彼らは日本という国の仕組みそのものを根本から作り変えようとしていた。その柱となったのがこれから見ていく3つの大改革だ。GA19 がまず着手したのは経済の面から軍国主義を支えた仕組みを壊すことだった。三井、三菱、住友、安田といった巨大な財閥は軍需産業と深く結びついていた。戦争中、これらの財閥は莫大な利益を上げていた。GA19 はこれを軍国主義を支えた経済的な土台だと判断し、財閥解体を命じた。財閥の本社は解体され、株式は分散して売却された。また、同族による経営支配は禁止された。合わせて、戦争を主導したとされる軍人や政治家が公職から追放された。いわゆる公職追放も行われている。この結果、財閥という巨大な組織は姿を消した。代わりに独立した多くの企業が自由に競争する経済の仕組みが生まれた。後にこの独立した企業群の一部が系列という形で緩やかに結びつく。戦後日本を代表する企業グループへと成長していくことになる。2つ目の柱が農地改革だった。戦前の日本では多くの農民が地主から土地を借りて耕していた。いわゆる小作人という立場に置かれていたのだ。収穫の多くを地主に納めなければならず、農村には根深い貧富の差があった。GA19 はこの構造を社会不安の温床だとみなした。地主が持つ農地を政府が強制的に買い上げ、農民に安く売り渡した。これがいわゆる農地改革だ。わずか数年のうちに全国の農地のおよそ8割が地主から小作人へと渡った。この結果、自分の土地を持つ自作農が一気に増えた。農民たちの生産意欲は大きく高まっていくことになる。後にこの農地改革は
世界的に見ても異例の成功例として評価される。3つ目の柱が政治の仕組みそのものの作り替えだった。GA19 は天皇に強い権力を集中させてきた戦前の体制を見直した。1946年、日本国憲法の草案作りを主導する。この時の首相司で原木十郎はGA19の案を受け入れた。翌年に成立した内閣では、吉田茂が新しい国づくりを引き継いでいく。新しい憲法では、天皇は国の統治者ではなく省庁と位置づけられた。同じ年、昭和天皇自身も自らが神ではなく人間であると明らかにした。いわゆる人間宣言だ。さらに憲法には、国民主権と基本的人権の尊重が盛り込まれた。そして戦争放棄という3つの原則も盛り込まれた。女性の参政権もこの時初めて認められることになった。同じ時期、東京では極東国際軍事裁判、いわゆる東京裁判も開かれていた。戦争を指導した責任が法廷で追及されていた。財閥解体、農地改革、そして新しい憲法。この3つの改革によって日本の骨組みはわずか数年で大きく作り変えられた。ここまで見てきた GA19 の改革だけでは実は説明しきれないことがある。日本の急速な復興の理由だ。もう一つの決定的な転機、それは1950年に始まった朝鮮戦争だった。隣国で起きたこの戦争は日本にとって思わぬ形で経済の追い風となる。アメリカ軍は朝鮮半島に近い日本を物資の補給基地として利用した。トラック、医療、食料、大量の軍需物資の注文が日本の工場に殺到した。いわゆる朝鮮特需と呼ばれるこの好景気で日本の産業は息を吹き返した。それまで生産設備を持て余していた工場に次々と仕事が舞い込んだ。町には活気が戻り始めた。当時の日本の輸出額を上回るほどの特需が発生した年もあった。経済成長率は戦後初めて大きく跳ね上がっていく。結論から言えば、日本の奇跡の復興には2つの要因が重なっていた。GA19 による改革という内側からの土台作り、そして朝鮮特需という外側からの追い風だ。この2つがほぼ同じ時期に重なったことで実現したものだった。財閥解体と農地改革によって、より多くの国民が経済活動に参加できる土台が整った。そこに朝鮮特需という巨大な需要が一気に流れ込んだ。この2つが揃わなければ、復興はもっと緩やかなものにとどまっていただろう。次回は高度経済成長に迫る。朝鮮特需をきっかけに動き出した日本経済が、その後わずかに10年で世界第2位になる。なぜそこまで駆け上がることができたのか、その理由を解説していく類。今日のまとめをしておこう。GA19 による財閥解体と農地改革は、一部の特権層に偏っていた富の構造を崩した。より多くの国民が経済活動に参加できる土台を作った。新しい憲法は国民主権と基本的人権を掲げた。戦後日本の民主化を進める柱となった。そして朝鮮特需という思いがけない追い風が重なった。その土台の上に一気に経済成長が花開くことになった。もし GA19 の改革がなかったら、あるいは朝鮮特需がなかったら、今の日本はどんな姿になっていたと思うだろうか。ぜひコメントで教えてほしい。今日の話、面白いと思ったらぜひ高評価を。それではまた次回。